年も夢の祭典です。本日千葉県の幕張メッセで東京ゲームショウが開催されました。人気ゲーム逆転裁判の最新作に約4時間待ちの行列ができるなど、今年もそれなりの規模でそれなりに盛り上がっている模様です。ではスポーツです。大相撲4連覇を狙う黄昏山は、失礼、臨時ニュースが入った模様です。怪人仮面マスク4世がまたやりました。昨夜午前4時頃、怪人風の男が鈍器のようなものでビル4階付近の窓を割って侵入。警備員っぽいおばさんを縛り上げた上、極秘書類のようなものを盗んで逃走。なお、現場とおぼしきオフィスには予告状らしきものが残されていました。仮面マスク4世、今年に入って4度目の犯行です。そのあまりに早い世代交代に批判が集中する中での事件でした。ではスポーツです。大相撲4連覇を狙う黄昏山は、失礼、再び臨時ニュースが入った模様です。つい先ほどの仮面マスク4世がつい先ほど逮捕された模様です。まもなく裁判が始まる模様。誠に申し訳ありませんが、ここでキャスターに急用の模様です。ニュースッスニュースッス、番組の途中ですが失礼します。でも黄昏山が。君もだ迷いくん、行くぞ。これより怪人仮面マスク4世の法廷を開廷します。弁護側、まるっきり準備できていません。検察側、似たり寄ったり。困っちゃいますな。それはこちらのセリフだ。三剣検事。逆転裁判シリーズは3で一旦終了。我々も第二の人生を歩んでいたはずではないか。私も頑張ってるんだよ、キャスターの卵として。霊媒師の方はどうしたんだよ。ニューススニュースス、いつも拝見しておりますぞ。おっと失礼。ここでお知らせです。この法廷はあくまでもフィクションです。決して深く考えず適当に楽しんでくださいね、だそうです。誰からのメッセージですかそれ。とにかく説明をお願いしたい。一体なぜ我々がこの場に呼ばれたのか。みっちゃん、固まっちゃったよ、三剣検事。なぜ、どうして、一体どこからどうやって現れた。おやおや、ドギマギしちゃって。も可愛い子だよ。何しに来たんですか。口の利き方に気をつけることだね、あんた。あの怪人はね、おばちゃんがとっ捕まえたのさ。実は仮面マスクを連行してきたのはこの証人なのですよ。ほら、久しぶりにみんなでワイワイやりたいと思ってさ。そんな都合のいい話が。いいかい、最初にはっきりこれだけは言っとくよ。この世界はね、おばちゃんのためにあるのさ。衝撃的な宣言だね。とにかくこの証人に証言をお願いするしかありませんね。まあなんだ、やっぱりおばちゃんの原点は警備員だからさ。最近は怪しい会社に拾われて怪物たちと戯れる毎日だよ。そのついでにゆんべは怪人を捕まえたわけだけどね。でもそんなことはどうでもいいわけよ、おばちゃんとしては。大事なのは愛でしょ、愛。魂を揺るがし突き動かすわけよ。みっちゃんの顔が見たくなってさ。乙女なお茶目心ってやつ。正直なところ極秘文書をちょろまかしたのおばちゃんだけど、ちょうどいいやってんで怪人に罪を引っかぶせちまったわけよ、これが。なんだか調子できちゃったよ、おばちゃん。今日は口が回る回る。久しぶりに聞くと感動もひとしおですが、いかがですかな、三剣検事。赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ着せて、生麦生米生卵食らわしてやりたいよ。聞いてないね。それでは尋問をお願いします。異議あり。早いですな。今のおばちゃんの証言、もう一度聞いてください。できればスロー再生で。スロー。大事なのは愛でしょ、愛。魂を揺るがし突き動かすわけよ。みっちゃんの顔が見たくなってさ。乙女なお茶目心ってやつ。正直なところ極秘文書をちょろまかしたのおばちゃんだけど、ちょうどいいやってんで怪人に罪を引っかぶせちまったわけよ、これが。
正直なところ極秘文書をちょろまかしたのおばちゃんだけど、ちょうどいいやってんで怪人に罪を引っかぶせちまったわけよ。これが今のこの証言、自白と認めてよろしいですね。どういうこと？勢い余っていきなり真相を喋っちまったみたいだね。さあおばちゃん、今さらしらばっくれても無駄。帰りは雨になりそうですな。とにかく真実は明らかです。バレちゃしょうがないね。証人ではやはりあなたが。ああ、そうさ。極秘文書ならここにあるよ。表紙に4って書いてあるね。あ、これ逆転裁判4の企画書だよ。なんだと？噂は聞いていたが、まさか本当に作っていたのか。もしかしておばちゃんが働いている会社って。まったくくだらない会社さ。来る日も来る日も怪物ゾンビや武者と戯れる毎日だよ。カプコンだったのか。とにかくこれではっきりしました。怪人仮面マスクを装って書類を盗み出したのはこの余震が心配ですな。さっきから何なんだよこの臨時ニュースは。なるほど、そういうことだったか。みつるぎ、どうやら全ての謎は解けたようだ。かっこつける前に机の下から出てこいよ。地震苦手なんだっけ、三剣検事。そういえば。よろしいだろうか。思い出してほしい。今日起こった全ての事件。全ての。人気ゲーム逆転裁判の最新作に約4時間待ちの行列ができるなど。ではスポーツです。大相撲4連覇を狙う黄昏山は怪人仮面マスク4世がまたやりました。お気づきだろう。これらの事件にある共通点があることに。共通点？まさか。その通り。全ての事件には4が絡んでいるのだ。そうさ。全てはこのおばちゃんの完全犯罪。逆転裁判4を世間様にアピールするためにやったことさ。仮面マスクの事件もゲームショーの行列も黄昏山の4連覇も。何でもできるんですね、おばちゃんって。いやだって台風4号は震度4の地震は。だから最初にはっきり言っといただろ。この世界はおばちゃんのためにあるんだってね。勝てない。しかし一体なぜそこまで逆転裁判4のために。愛だよ。愛？いいかい、その企画書よく読んでごらんよ。逆転裁判4の主人公案のページをね。あ、見て、なるほどくん。今度の主人公は紅のスーツに身を包んだあの男。紅のスーツだと。真ん中でかっちり分けた髪の下から覗く燃ゆる瞳。なんだと。まさか。そうなんだよ、みっちゃん。ついにあんたの時代が来たってことなのさ。なんと主人公は三剣デイジー。右あり。僕はどうなるんですか。ああ、これによると
あんたはもう弁護士じゃないみたいだね。そんなめちゃくちゃな。まあ私としては主役などその興味はないと断言できる。だが時代が求めるのであれば答えるのにやぶさかではないが。なるほどくん、どうするの？取られちゃうよ主役の座。何か矛盾はないのか、この企画書に。どうやらおめでとうを言わねばならないようですな。まあ基本的に私としてはそういうあれは困るのだが。三剣、残念だけどね、お前の主人公には決定的な矛盾がある。なんだと？この企画書、主人公の設定案、続きを読んでください。22歳の若き熱血漢が法廷を熱い炎で焼き尽くす。お前いくつだよ？初めて見たよ、あんなに悔しそうな三剣検事。興味はないんじゃなかったのかよ。それでは結局この怪人は誰だったのでしょうか。その前に、じゃあおばちゃんのハッスルは何だったのさ。あんなに頑張ったのに。みっちゃん答えておくれよ。知るか。すこぶる機嫌が悪いみたいだね、三剣検事。ああ、待ってください。企画書にこう書いてあります。主人公はデビューまで車内の倉庫に厳重に隠しておくこと。この怪人ですけど、一体どこで？あのくだらない会社の倉庫の中でくすぶってたよ。まさか。もしかしてあなたは。逆転裁判4の主人公。あれこれ初めて聞く音楽だよ。どうやらあいつのテーマ曲らしいな。それではその仮面を取っていただきましょう。確かに若い。確かに赤い。確かに熱い。それではあなたが。何ですかな。どうやら制作者のイメージがまだ固まっていないのでしょう。表情の絵もまだ揃ってないみたいだし。制作中に無理するからこんなことになるんだね。やはり主役ならばきちんと絵の揃ったこの私が。目をつぶると何を言ってるのか全く分かりませんね。いやー、やっぱり大変な目に遭うんだね、逆転裁判の主人公って。そういうわけで本日最後のニュースです。逆転裁判4の主人公の声、本日初公開となった模様です。驚き宝介弁護士、のっけから大絶叫。それでは大いなる期待を持ってお聞きください。どうぞ。逆転裁判4制作中の模様のようです。皆さんお楽しみに。